儲かる確率について説明をします。儲かる確率、一番うちにとって一番大事な数字ですね。で、これは自宅で資産形成することができるのかといった時に、そのリターンを最大化するために使っているものであります。で、マンション価格って法則性があって、7つの法則っていう話を、本に書いてベストセラーになりました。で、私は自宅投資、自宅も一種の投資なんだよと。で、住み替えていった時に資産形成がどんどんできるんだよということを言っています。その目標値というのは、譲渡所得控除、値段が上がったことによって、税金がゼロになる幅というのは3000万円まで無税なんですね。この辺まで狙いましょうという意味で目標値を設定しています。で、こういったことは可能なので、実例はいっぱいありますんで、万の単位になりますんで、皆さんここを狙っていきましょうという話です。その時に一番重要なのが儲かる確率で、7つの法則というのはいつどこにどんな物件をいくらで買うかという話であります。そのうちのどこにどんな物件をっていうこの5つが儲かる確率を形成しています。で、これは、全ての新築の物件に対して儲かる確率は計算されていて、で、これを参考にしていただくという話になります。あともう一つ言うと、大きい式時価というものはいくらで買った方がいいかという話になります。これはちょっと別のところでご説明をしますね。で、この法則性、この5つを守るだけでも、かなり資産を膨らますことができるので、それをうまく使っていただきたいというふうに思います。これは資産が増える確率を過去のビッグデータから算出しているので、すごく確率よく当たっています。で、その結果としてはどんなふうに当たっているかというと、儲かる確率を 80% 以上から 20% 未満まで横軸で取りまして、中古の時にどのくらい値上がったか、相場自体が上がってきたこともあって 80% 以上のものは 10% 近く上がっています。で、儲かる確率が下がれば下がるほど、右下にこう下がっていくことになります。過去のことを説明するデータを作って、それを今売っているデータに当てはめて、それが時間が経った時にどうだったかということを検証しているわけなので、過去当たっていたものが今でも当たっているということをこの、線は表しているわけです。なので儲かる確率は今後もある程度信用することができるという話になってきます。で、では儲かる確率が何%だとどのくらいの下落率になるかという話なんですが、だいたい 50% のところで、ちょうど、毎年 2% 価格は落ちていくって話なんですね。これが平均値ですね。で、これが儲かる確率 70%、71% ぐらいになると 1% ずつ落ちていく。1% ずつ落ちていくということは、元本の返済は 2% 以上進んでいますので、毎年 1% ずつ売った場合に、現金が返ってくるという形になります。なので、儲かる確率が高い物件ほど、自分が売った時に資産を形成できているという話になるんですね。ちなみに 86% ぐらいまでいくと、過去の平均値でいうと、0%、だから値下がりしてないという話になります。で、これ一個一個の点は駅なので、ブレ幅そんなになく、綺麗な形で、分布しているということは、これは確からしいということが言えているということになります。ということはですね、例えば価格の、下がり方っていうのが、通常例えば 2%、これが儲かる確率 50% ぐらいのところですね。で言うと、頭金ゼロで、0.625% の35年ローンを組んだ場合、元本の減り方は 2.6% 減るわけですね。そうすると1年間でこの差分 0.6% ずつ、自分は貯金をしているのと一緒のことになります。10年経ったら 6% 分ということになりますし、例えばこちら側が 1% という話になると、毎年 1.6% 分なので10年経ったら 16% の、売却した時に貯金のように返ってくるという話になるわけですね。で、例えばこれ頭金0で計算しましたけれども、頭金を2割で計算すると、これの8掛けってことになるので、これでも 2.1% 減っていくわけですね。で、もちろん頭金を積んで、その元本部分、ローンの部分が 2.1% ずつ減っていくので、これでも、10年経った時にどれだけお金が戻ってくるかみたいな話になるわけです。なので、ここの価格の下がり方っていうのは儲かる確率で、計算することができて、この数字を、うまく把握することによって皆さんは資産形成することができるんですね。